日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。今日は多くの学習者を悩ませている場所で動詞と場所を動詞の使い分けについて一緒に考えます。日本語初級の教科書1冊目に、私は毎日公園何々散歩しますという例文が出てくるんですが、ここにでを入れるかを入れるかで迷ってしまう学習者の方たちがとても多いんです。今日の動画を見ればどちらを使えばいいかもう迷うことはなくなりますし、でもおも両方使うことができる場合は意味が違うこともあるっていうことも理解できるようになりますよ。まずでかおかという話をする前に、での使い方を簡単に復習したいと思います。それからおの3つの使い方を考えながら、でとおの違いをはっきりさせましょう。以前こちらの動画でも話しましたけど、場所の後ろにでをつけて、さらに動詞が続いている場合、このでは動作が行われる場所とか範囲を表すということでしたよね。例えばこんな文がありました。昨日スターバックスでコーヒーを飲んだというと、スターバックスという場所の範囲の中で基本的には最初から最後までコーヒーを飲むという動作をしたっていう意味です。この人が一番やりたかったことはコーヒーを飲むっていうことで、どこかに移動するということではありませんね。ではこんな文はどうですか？今朝ジム何々運動した。これもジムで運動したですね。運動しながらジムに行ったわけでもないし、ジムから出てからも運動を続けたっていうわけではなくて、ジムという場所の中で一連の運動という動作をしたという意味ですよね。ですから簡単に言うと、では動作を行う場所を表すということができます。この人が一番やりたかったことは運動するっていうことです。移動することではありませんね。じゃあここまででの使い方を復習しました。では次におの使い方を考えてみましょう。一番よく見るのがまず最初の使い方ですね。これはさっき出てきた文なんですけど、昨日スターバックスでコーヒーを飲んだでしたよね。目的語を動詞、普通は他動詞になりますけど、このをは目的語、つまり動作の対象を表します。この場合、飲むという動作をされるもの、その動作を受けるものがコーヒーだっていうことになりますね。この種類のおは一番よく使うおだと思います。でも実はこのおは目的語の後ろにつくだけではなくて、あと2つ特別な使い方があるんです。それは移動通過の場所っていう使い方です。移動通過の場所、これはどういうことでしょうか？例えばこんな文はどうですか？飛行機が空何々飛んでいる。これは飛行機が空を飛んでいるですね。確かに飛ぶという動詞は動作を表すとも言えますが、同時に移動も表しますよね。ですから普通は空で飛んでいるとは言わずに、空を飛んでいると言います。そして普通は飛行機はどこか目的地があって、そこに行く手段として飛びますね。ですから空はただの通過点だということができます。ですから飛行機は空を飛んで日本に行くとかアメリカに行くとか、こういう言い方もできますね。じゃあ次はどうですか？道路何々
歩くときは気をつけてください。これも道路を歩くですね。歩くというのは移動の動詞です。そして道路は私たちが通過する場所ですね。ですから普通は道路で歩くとは言いません。もし道路で遊ぶとか道路で踊るなど移動とは関係がない動詞ならでを使っても大丈夫です。ちなみに道路を歩くというと歩く方向はこちらの方向になりますが、道路を渡るならどういう意味になりますか？これは歩く方向が違いますね。渡る場合はこちらの方向です。ですから橋の向こう側に行きたい場合は何と言いますか？橋を渡ると言いますし、川の向こう側に行きたい場合も川を渡ると言いますね。じゃあ山の場合はどうですか？もし山の下の方から上の方に行くなら山に登ると言いますけど、この場合のには着地点になります。でももし上の方に行くことよりも山のあちら側向こう側に行くことに重点があるなら山を越えるという方がいいですね。この場合のをも通過点を表します。では一番最初に出てきたこの文はどうですか？私は毎日公園何々散歩します。これも普通は公園を散歩しますと言います。というのは普通私たちが散歩に行くとき近所の公園に行きますよね。そして家を一歩出た時から散歩が始まって、そして公園の中を通ってまた歩いて帰ってきますよね。ですから公園は通過点だということができます。でももしこの文にでをつけてしまうとどうなってしまいますか？文法的には正しいです。でもこの場合は公園の中では散歩をしますが公園の外では一切散歩をしないという意味になってしまいます。例えば車で遠いところにある公園まで行ってその公園で散歩してからまた車に乗って家に帰るっていう場合ならこのようにでを使っても構いません。でもさっき言ったように普通は歩いて公園まで行ってそしてまた歩いて帰ってきますのでこのでは使えません。普通に公園を散歩すると言います。もちろん散歩だけではなくてジョギングする場合もそうです。家を一歩出た時からジョギングが始まっていますので公園をジョギングするとか公園を走るというのが普通です。もう一つよく質問されるのがこの文です。一つ目の交差点何々右に曲がってください。これは私はでを使うのが間違いだとまでは言えません。実際時々そのような言い方も耳にします。そして交差点で曲がるというのは交差点を曲がるという場合と比べて意味が大きく変わることは結果的にはないんです。ただこのでを使うと交差点をある動作をする場所として見ていることを表します。ですから例えばこんな言い方もできるんです。100メートル先で曲がってください。これも正しいですね。100メートル先という地点で曲がるという動作をしてくださいという意味です。ですから例えばこれをちょっと変えて100メートル先の交差点で曲がってくださいということも確かにできます。ですからさっきの交差点で曲がってくださいという言い方ももちろんできます。ただ、個人的にはこのでを使うともう曲がるっていうことが決まっていて、そして曲がるのは別のところではなくて一つ目の交差点ですよ
別のところで曲がってはいけませんよと強調しているように感じます。でも普通は交差点というのはどこかに行くためのただの通過点に過ぎないですね。ですからもし交差点を通過点とみなす場合は交差点を右に曲がってくださいになりますね。個人的にはこちらの方がよく使うし自然だと思っています。ですから初級を教える時には私は必ず交差点を右に曲がってくださいで覚えてくださいと教えています。ただこの曲がるという言葉に関してはおを使うかでを使うかは結構個人差があります。基本的にはどちらを使っても正しいです。でももちろん次のような場合はでしか使えません。例えば交差点で止まるとか交差点でバスを降りるとか交差点で叫ぶとか交差点で踊るのような場合ですね。これらはでしか使えませんので注意してください。では次の文はどうですか？ホウジロザメは日本の海何々泳ぐ最大級の魚です。これはおの方がいいですね。普通自然界の魚や動物が海を泳ぐとか川を泳ぐっていうと海や川を移動しながら泳ぐという意味になりますのでおを使うのが自然です。でもこんな場合はどうですか？先週海何々泳いだ。これは多分自分のことなので人間ですね。自然界の動物ではありません。ですから海で泳いだになります。ここで言ってる泳ぐにはあまり移動するっていう意味はありません。多分ある海のあるビーチというこの狭い範囲で泳ぐという動作をしただけですね。ですからでを使うのが普通です。これは泳ぐ場所が海でも川でもプールでも同じことです。海で泳ぐ、川で泳ぐ、プールで泳ぐです。ただもしかすると一つ特殊な状況があるかもしれません。例えば私たちは普通プールで泳ぐというとこの方向に泳ぎますけど、もしこの方向に泳ぐ人がいるとしたらどうですか？こんな人は他のお客さんから見るとすごく迷惑な人ですけど、この場合はあの人はプールを横に泳いでいるのようにプールを横に泳ぐを使います。なぜならプールを横切ることになりますので移動とか通過点を表すを使うのが普通なんですね。じゃあ3つ目の場所の後ろにをつける使い方は出発点を表す場合です。例えばこんな文はどうですか？昨日家8時に出た。これは家を出た、家を8時に出たですね。意味は家から出たとほとんど同じです。この家を出るという動詞以外には例えば家を出発するとか家を離れるとか学校を卒業する、電車を降りるなどの「を」も出発点とか起点を表します。これらの「を」はからと同じ意味になりますけど、多くの場合私たちは習慣的に「を」の方をよく使っています。はい、じゃあ最後に移動や経路を表す「を」が使われやすい動詞をご紹介します。どこどこを通る、どこどこを走る、歩く、運転する、渡る、越える、横切るなどですね。こういう言葉が出たら普通はどこどこをになります。覚えておいてください。今日の内容が少しでもお役に立ちましたらいいねを押してくださるととても励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。
春でした。